お祭りのきゅうりの一本漬けが食べたいです。ぶんぶんかわかわぶんかわです。今日は質問回答の動画になります。DM などでよく廃盤になってしまったホースヘアを見つけたんですけれども、買うかどうするか迷ってます。どうしたらいいですかとか。例えばホースヘアのような廃盤品であったり、プエブロローズのような売り切ってしまって終わりのような限定品であったり、フラクトのような定番品だけれども、在庫が置いてある状態が珍しい商品とかもあったりします。こういった商品を見つけた時に買うかどうするか迷ってます。どうしたらいいでしょうかっていう質問を時々いただくんですが、今日はこれについてお答えします。よければ最後までご視聴ください。まず先にお伝えすると、今日一応動画なんですが、画面あんまり動かないと思います。動いたとしてもそんなに中身が重要な部分ではないと思いますので、あまり画面は気にせず、音声として楽しんでもらえればと思います。まず先にお伝えすると、今回の動画では、例えばこういった限定品であったり、廃盤品とか、実物を見ることの難しい商品に出会ってしまった時、絶対に買いましょう。買うのはちょっと待った方がいいんじゃないといったような、一律で押し付けになるような回答はしません。私からお話しするのは、買うか買わないかどうするかを決める判断基準として、こんな方法があるよねっていう、そういうお話をします。考え方が人それぞれあるので、この判断基準もいろんなパターンがあると思います。そもそも私が普段 YouTube でプロッターの話とかたくさんしている、そういった人間にどうしたらいいですかって質問をくださる時点で、ある程度欲しいっていう気持ちが結構強いんじゃないかなと思うんですよ。何らかの理由で、欲しいけれど、どうしようかなってうにゃ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 って迷ってるみたいな、そういう方がおそらく質問してくださってるのかなと思うんですよ。何らかの買うっていう口実が欲しい、最後のこの背中を押してほしい、そういう方々が質問くださるのかなって、私は勝手にそう思ってるんですよ。今回お話しする考え方も割と、こういう時は買ったらいいんじゃないみたいな、そういうお話になると思います。質問してくださることは嬉しいことなんですけれども、私には質問してくださる方々のお財布事情だったり、環境とか、そういうのが全くわかりません。あと、それなりのお買い物ですし、自分が使うものです。なので、最終的には自分で買うか買わないかをやっぱ決断してほしいなと思っています。あくまでも私はいろんな考え方をお伝えする。その中で自分にしっくりくるような考え方とかがあったら、ぜひそれを取り入れて、どうするか決めていただければと思います。早速回答に移るんですが、まず自分の気になるシステム手帳を見つけて、買うかどうか迷っているって時にですね、私がよくやるのは、とりあえずオンラインで見つけた場合は、とりあえずカゴに入れるけどお会計はしないとか。あと、一旦手帳にその欲しいものリスト的なものとして書いてみる。で、ちょっと寝かせてみるっていう方法を取ります。手帳ではないんですが、気になる商品とか見つけて、それなりの値段がするものの時は、私はね、こういった感じで書き出してみるってことがあります。仕様とか機能的な部分だったりとか、お値段とか、そういうのを書いてみて、一旦検討する、寝かせてみる、みたいな、そういう時間を取ることがあります。ネットのお買い物でも、とりあえずカゴに入れたら満足するっていうこともあって、カゴに入れたけど買わないっていう商品も結構あったりします。今ここにあるページはもう書いてだいぶ経つんですけれども、この商品はやっぱりどうしても気になったんで、実物を見に行って、で、いいなって思ってサイズ感とかも確認して、やっぱりいいなって思ったので、よし、お金貯めて買おうみたいなね、今そういう感じで、とりあえず自分の手に入るまでここに入れているみたいな、そういう感じです。ただこうやって欲しいものとかをいろいろ書き出した時に、書いて満足して本当にこのまま入れたまま寝かせて終わってしまって、しばらく経って見返した時に、これは今そんなに欲しくないやとか、そういう風になって、その書いたものをポイって捨てることも全然あります。一旦お会計まではしないけれども、カゴに入れてみるとか、こうやって紙に書き出してみて、で、寝かせてみる。その寝かせた時に、うずうずする感じ。やっぱあれ欲しいなとか、まだ在庫あるかな、大丈夫かなとか、不安になるとか、そういう気になってしょうがないみたいな、そういう感じになったら、それはやっぱ買った方がいいのかなって思います。
書いたら一旦満足したっていう場合はちょっと見送るとか、そういうのもありかなと思います。考え方の2つ目として、何か自分ルールを作ってみる。手帳の使い道が決まったら買うことにしようとか、そろそろ誕生日だから誕生日プレゼントとして買おうとか、例えば今月はめっちゃ残業頑張ったから買おうとか、いくら貯まったら買おうとか、自分の中で買うタイミング的なルールを作ってみて、でそのルールのタイミングが来た時に買いに行くっていうのもありかなと思います。ルールを作った時にお金が貯まるとか、誕生日がだいぶ先とか、結構時間がかかることってあると思うんですけれども、その間すごい悶々とした感じになったりすることもあるのかなと思うんですよ。その場合やっぱり欲しいっていう気持ちが強いと思うんですよね。一旦自分のルールを作ってみて、私はそれに耐えられるのかどうか試してみる。で、自分の本心を確認してみるっていうのもいいのかなと思います。その設けたルールを守る、守らないはあなた次第。あくまでも自分の気持ちを確認する、本心を見つけるためのルールとして一旦作ってみるっていうのもありかなと私は思います。ルールを作って実際にそのルール通りに行動して、でそのタイミングの時にもうなかったらそれをそれで諦めるっていうのもね、本当にご縁がなかったんだなって割り切るっていうのも一つの方法です。考え方の3つ目として、次見に行った時にその商品がなかったら後悔するのかどうかで、買う買わないを決めるっていうのも一つの手かなと思います。例えばこちらのフラクトでしたら、定番品ですが在庫がすごい少ない、需要と供給のバランスが今ちょっと悪い、そんな商品です。なので実物を見るのもなかなか難しいですけれども、待てばいつか必ず手に入る、そういった商品です。でもこちらに出ているホーズヘアだったりプエブロローズに関しては生産の終了している商品です。限定品、廃盤品などで在庫限りの商品です。どちらの商品もまだあるところにはあるっぽい商品なんですけれども、その数っていうのはやっぱりどんどん減っていってます。今こうやって悩んでる間にも、今こうやって自分で悩んでる間にも誰かの目に留まってでお迎えされていく。だから市場の数として減っていってるはずです。こういった商品を見つけて一旦スルーして、でまた見に来た時にこの商品がじゃなかったら皆さんはどう思いますか？なかったかって感じで割り切れるのであれば無理してお迎えする必要はないと思うんですが、あの時に買っときゃよかったみたいな感じでちょっと後悔してしまう可能性があるのであれば、ちょっと無理してお迎えするというのも一つの手かなと思います。この辺は皆さんの性格とか、この商品どれだけ気に入っているかとか、そういった軸でいろいろと考えてみてもらえればと思います。頭の中で最悪の事態っていうのをぜひ想定して判断してみてもらえればと思います。今は単純に買うかどうか迷ってるっていう人を全般に向けてお話ししたんですけれども、ここからは買うかどうか迷ってる、その理由が使い道が決まってないからという理由の方に向けて少しお話ししたいと思います。さっき考え方のルールとして自分の中で使い道が決まってから買うっていうルールを作ってみるのはどうでしょうっていう提案もしたんですけれども、必ずしも使い道が決まってない手帳を買ってはいけない、そういったルールはありません。なので使い道が決まってなくてもお迎えすること自体は全然問題ありません。私も基本的には使い道を決めてからお迎えすることが多いんですけれども、直近ですとこちらのリス仕様のカードサイズのレザーバインダーを購入しているんですけれども、こちらに関しては特にこうやって使うっていう明確な使い方を決めて買った商品ではありません。今も自分でいろんなものを入れてみながら自分に合った使い方を探しているっていう、そんな状態です。システム手帳って中に何を入れようが自由ですし、その順番も自由に決められます。使いながら自分仕様にカスタマイズしていくっていうのもやっぱりこのシステム手帳の醍醐味だと思いますので、とりあえず買ってみてこれ入れてみたいなと思うものを入れてみる。とりあえず使ってみて、この感じだったらこういう使い方があってそうみたいな、そういう感じでどんどん自分なりの使い方っていうのを探してみるっていうのも面白いのではないかなと思います。
あと何か商品を買うっていうのはもちろん必要だから買うっていうこともあるんですけれども、その商品だったりブランドとかを応援するっていう意味合いもあります。私は今プロット沼にハマって3年目に突入して、レザーバインダーも手持ちで20冊以上持っていて、めちゃくちゃハイペースでお迎えしているんですけれども、このペースでお迎えしていたらいつか自分で使いたい、こうやって使いたいなって思っている用途、持ってるレザーバインダーの冊数の方が増える可能性って全然あるんですよ。もし自分でこうやって使いたいって思った用途がなくなってしまった場合でも、やっぱり気になるな、いいなって思ったレザーバインダーがあったら買うのではないかなと思います。それはやっぱりプロッターが好きだから応援したい。このブランドが長く続いてほしい。この商品の良さもっとみんなに気づいてほしい。そういった気持ちがあるからです。やっぱりいいなと思った商品はきちんと購入して応援していかないと、気づいた時にはなくなってしまう。そういったことも全然あります。どうせ誰かが買ってくれるよね、応援してくれるよね、私じゃなくてもいいよねっていう感じでいたら、その商品って多分ね、なくなっちゃう可能性があります。やっぱりいいなと思った商品はちゃんといいという、そしてちゃんと買う。私がこのプロッターの YouTube の動画をたくさん出すのも、やっぱりプロッターの良さをみんなに知ってほしい。プロッターを応援したい。プロッターを長く販売してほしい。なくならないでほしいみたいな、そういった意味もあります。気に入った商品や気に入ったブランドを応援するといった意味で購入するというのも全然ありです。気に入ったブランドの気に入った商品を買うっていうのは応援にもつながります。それがそのブランドやその商品の存続のつながりにもなりますので、ぜひそういった意味合いでも検討してみてもらえればと思います。あと私のところに来る質問のその商品っていうのが本革の製品になります。本革商品ですと、使い道が決まってなくても、例えばすでに自分が持っているサイズと同じサイズの商品であれば、中身を時々交換して気分転換のために買うとか、そういう使い方も全然ありだと思います。必ずしも一冊ごとに一つの用途を与えなければいけない。そういったルールはありません。ちょっと皮を休ませるときに、代用として使うレザーバインダーとしてお迎えしていくっていうのもありですし、季節ごとに変える、その日の気分、その月によって変えるとか、いろんな方法があると思います。例えば革のソファーとかと違って手帳ってすごく身近な革物のアイテムです。ファッションの一部として服に合わせて革の色を変えてみる、革の質感を変えてみる、サイズを変えてみる、そういった使い方も全然ありです。ぜひいろんな使い方をして本革、手帳を楽しんでみてもらえればと思います。本革のシステム手帳って本当にそのシステム手帳によって全然使われてる革が違いますよね。うちのチャンネルの視聴者さんは革好きの方もとても多いので、とりあえずいろんな革に触ってみるということを目的として気になる革質の手帳を購入してみるっていうのも全然ありです。同じ革質のものであっても使い方によってエイジングは変わります。家置きと持ち歩き用でも全然違いますし、お手入れですよね。ケアクリームを塗る塗らないとかでもまた変わってきます。使い方の環境によって同じ革でも全然違うエイジングをするので、育て方の違いをして革を楽しむみたいな感じで、そういうお迎えの方法もありだと思います。皆さんのお財布事情、環境はわからないので、ちょっとその辺は自分会議をして結論を出していただきたいんですけれども、その商品を買う、買わないにはいろんな考え方、タイミングがあります。ぜひ自分の考え方、タイミングでしっくりするものを選んで検討していただければと思います。どんなにあれこれ考えたとしても、結局はその商品をちゃんと使ってみないと、良し悪しとかっていうのはわからないんですよね。とりあえず買って使ってみるとか、気楽な考え方っていうのもいいのかなと思います。今回いろんな考え方をお話ししましたので、この中で自分にしっくりきそうな考え方を取り入れて判断してもらえればと思います。今日はこの辺で終わるんですが、こんな感じで視聴者さんからいただいた質問だったり、リクエストにお答えするような動画は随時お届けしていく予定です。気軽にコメント欄から質問、リクエストいただければと思います。それでは今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。